同じスイングトレードをしているのに、勝ちトレードを勝ちトレードで終わらせられる人と、勝ちトレードを負けトレードにしてしまう人の違いは何なのか。含み益のあるポジションが一夜で損失に転落。相場の押し戻りで含み益が激減。ゼロになる前に利益確定したら、その後思惑の方向に大きく伸びた。こうしたスイングトレード特有の問題について、20年以上のトレードキャリアを持つスイングトレーダー、マット・ペトラリア氏はこう語ります。そこには相場と手法の3つのズレがあると。この相場と手法のズレとは一体何で、どうすれば解消できるのか。今回はマット氏が実際に行ったスイングトレードを紹介しながら、彼自身がこのズレを解消し、長期にわたり相場で成功することのできたスイングトレード成功のための3つのルールを解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。では早速、マット氏のスイングトレードの例を見ていきたいと思いますが、今回は実際のトレード例4つをケーススタディとして紹介していきます。トレード例に入る前に、その考え方をですね、こちらの図解を使って整理していきたいと思います。マット氏のトレードの特徴を一言で表すならば、トレンドフォローの押し目買いです。使うのは移動平均線とトレンドラインや水平線、またはチャートパターンのみという非常にシンプルなもの。このように上昇トレンドが発生している場面で、押し目を形成する際にフラッグと呼ばれるチャートパターンが形成されるのを確認します。フラッグというのはトレンド継続を示唆するチャートパターンの一つ。上昇トレンドの押し目、つまりここの下がっているところに現れる斜めの動きの部分。ここに現れる平行チャンネルに沿った動きであることが特徴ですが、この部分が旗のポールの部分、チャンネルの部分が旗がはためくように見えるのでフラッグと呼ばれます。フラッグの部分は下がっていますが、名称はブル。つまり強気という意味になるので逆に覚えないように注意です。上昇トレンド、つまりブル相場の中でできるフラッグということでブルフラッグ、または上昇フラッグとも呼ばれます。反対にベアフラッグというのは下降トレンドの戻り目、ここの上昇しているところに現れる斜めの動きの部分。ここも形は上昇していますが、ベア、つまり弱気な下降トレンドの中でできるフラッグということで、ベアフラッグ、または下降フラッグと呼ばれます。そしてそのフラッグを抜けたところから買いのエントリーをするというものです。この部分はこのようなトレンドラインとして見てもいいですね。今度はこちらの部分。同様に押し目を形成する場面で、このような先細りのパターンを形成して、それを抜けてからエントリーするというものです。このような先細りの形状のことをウェッジと呼びます。ウェッジについてはフラッグと同様にトレンド継続につながるパターンと、右のようにトレンド転換につながるパターンの2通りあるんですけれども、今回はトレンド継続の方のパターンということになります。そして上昇トレンドですので、移動平均線はこのように上に向かって伸びているというのが今回紹介するトレード例に見られる特徴です。では実際のトレード例をいくつか見ていきましょう。まずチャート設定を確認していきたいと思います。こちらが実際にマット氏が使われているチャートなんですけれども、まず移動平均線が3本表示されていることがわかると思います。水色の移動平均線が期間9の移動平均線。真ん中のグレーが期間20の移動平均線。そして緑が期間50の移動平均線です。チャートの後ろにうっすらと雲のように表示されているのがボリンジャーバンドですが、今回のトレード例ではボリンジャーバンドに関する説明は出てきませんでしたので、もしかしたら他のトレード方法で使うということなのかもしれません。それからチャートの上段に表示されているのが RSI です。RSI についても今回のトレード例では説明がされていませんでした。ではまず一つ目のトレード例を見ていきましょう。こちらはアメリカ株の銘柄で今冷やしを表示しています。青の矢印がついているところに点線の水平線が2本引いてあることがわかると思います。上段の水平線がエントリーの場所です。エントリーの場所をですね、僕の方で再現したチャートで示すとこのようになります。この赤の縦線を引いたところが先ほどの青の矢印の部分に該当します。ここでこのように上昇トレンドが発生していて、この部分で先ほど説明したウェッジのパターンを形成していることがわかると思います。では再びオリジナルのチャートに戻って続けていきましょう。ここの部分に先ほど確認したウェッジを見ることができると思います。まずこのローソク足に注目をしてください。窓を開けて一気にウェッジをブレイクしています。そしてエントリーした価格がこの上側の点線ですので、この足かこの足ということになります。下段の点線の水平線が損切り位置です。マット氏は通常3%から4%の水準を損切り位置にしているそうです。この損切り位置はチャート上で見るとだいぶタイトですよね。そしてエントリーの後ですが、まずこの斜めの点線のライン到達で一部利益確定。そのまま上昇を続け、ここの高値到達でさらに一部利益確定。この高値がレジスタンスラインになる可能性があるため、ポジションを一部手締まいしています。はい、そして価格はさらに上昇を続け、今度はここに控えている高値ですね。ここの高値到達でポジションのほとんどを決済。
このポイントに関しても誰が見てもわかる目立つ高値ということで、ここがレジスタンスとなる可能性があるので、手締まいのポイントとしているそうです。その後の様子はというと、ここの高値到達後に相場は調整局面入りして、再びこのようなフラッグを形成しています。そしてこのフラッグをブレイクしてからもう一度上昇という形ですね。エントリーは日足で、決済についても日足の目立つ高値に到達したら部分的に利確していくという日足がベースのスイングトレードがマット氏のスイングトレードスタイルです。今回のトレード例ですが、ケーススタディとして非常に参考になると思いますので、皆さんご自身で研究したいという方はですね、チャートのここの部分に銘柄名と、あとチャートの下段のところに日付も表示していますので、参考にしてみてください。移動平均線3本を一度に表示できるインジケーターも概要欄に貼ってあります。ぜひ使ってみてください。では続いて2つ目の例を見ていきましょう。こちらも米国株の例です。エントリーしたのが青い矢印の近くですが、この場所を1つ目と同様に再現チャートで見てみるとこのようになります。赤の縦線を引いたところがエントリー箇所に該当しますが、チャートの左側からこのように上昇トレンドが発生していて、ここの部分で大きめの調整が発生して、それまでの上昇局面の調整場面といったところです。オリジナルチャートに戻ってエントリーしたポイントを見てみると、ここに下降トレンドラインが引いてあることがわかると思いますが、この下降トレンドラインをブレイクした後にエントリーをしています。エントリーしているのがここの大陽線、上側の点線の水平線がエントリーの価格です。損切りは1つ目と同様に 3% から 4% の水準を示す下段の点線のライン。エントリー後すぐに上昇して1日の終わりですぐに部分利確を入れています。そしてその後も上昇を続けますが、ここに存在する高値到達でもう一度部分利確。そしてここの高値到達でポジションのほとんどを手締まっているそうです。そしてその後ここで窓開けの上昇をしたところで全て決済となっています。それでは続いて3つ目も見ていきましょう。3つ目も米国株の銘柄ですが、音楽ストリーミングで有名な Spotify です。これについても青の矢印のところがエントリーポイントですが、全体の流れを見るとこの部分で調整のような動きは発生しているものの、その後上昇トレンドが発生していることがわかります。そしてここでウェッジを形成して抜けたところでエントリー。1つ目のパターンと同じですね。損切り位置も 3% から 4% くらい下の水準。利確についてもやはりここにある目立つ高値。ここでポジションのほとんどを決済し、わずかな残りを損切り位置を縦値に移動して放置していたそうです。リスクリワードは実際には部分利確ですから多少の振れ幅はあると思いますが、3.6 ぐらいとなっています。はい、ということで、実はもう一つ違った考え方の4つ目のトレード例があるんですが、それは後半のテーマと合わせてみると分かりやすいですので、一旦ここで切りたいと思います。ここまででマット氏のトレードのイメージをつかんでいくことはできたかなと思います。非常にシンプルですよね。トレンドが発生している中の押し目形成局面でウェッジやフラッグ形成を待って、それらを抜けたところで入るというトレンドフォローの王道だと思います。2つ目のトレンドラインブレイクのエントリー、それから1つ目と3つ目のウェッジやフラッグのエントリーパターンに関しては、以前公開したこちらの基本エントリーパターン8つの動画に載っているものと同じです。こちらの動画ではなぜそこがエントリーポイントになるのか、相場の原理原則に沿って解説をしていますので、今回の動画の後に視聴していただくとより理解が深まると思います。ところで皆さんは冒頭でお話しした相場と手法のズレのお話を覚えていますでしょうか？マット氏はトレードの失敗につながるトレーダーが陥りがちな3つのズレがあるというふうに言っているのですが、ここからはそれら3つのズレとマット氏がそのズレを解消するために定めている3つのルールを見ていきたいと思います。まず1つ目が時間軸のズレです。皆さんはこのような経験はないでしょうか？日足や4時間足を使って環境認識。エントリーはより細かくタイミングを取るために15分足に切り替えてタイミングを待っていた。無事エントリーができたので損切りをセット。価格は順調に上昇を続けている。これはスイングトレードなので、あとはホールドして伸ばすだけ。翌日になってエントリーした時の15分足を開いたら縦値近くまで下がってきていた。昨日あった含み益もだいぶ減っている。下がってくるかもしれない。そう不安になって決済した。ただその後相場は勢いを取り戻して狙い通りの方向に大きく上昇を始めた。なぜ決済してしまったのか。これ結果的には日足や4時間足とは全く関係のない短期足のノイズを見て振り回された短期足症候群と言ってもいいかもしれない例ですけれども、これ皆さんおそらくやったことありますよね。僕も偉そうなことを言うつもりはなく嫌というほどやったことがあります。これっていうのは短期足の動きを見て動揺してしまい、感情的に反応してしまう典型的な例だと思います。環境認識をしてエントリーした時には数日から数週間伸ばすつもりだったのに、次の日になるとついついエントリーに用いた短期足を開いて15分足とか5分足で監視をしているうちに
上位足の視点が頭から吹き飛んでしまい、まるでデイトレードをしているかのように短期足の値動きに一喜一憂してしまう。この時間軸のズレが方向感は合っていてもトレードが失敗で終わってしまう一つの理由だとマット氏は言います。ではこの時間軸のズレをなくすためにマット氏はどのようなルールを設けているのか。彼はスイングトレードに関して明確な基準を持って運用しています。まずトレードの時間軸ですが、日足でトレードを行います。週足を参考にすることもありますが、売買判断を行うのは日足です。そしてトレードの執行については、エントリーと損切り、利益確定、すべて日足を根拠に決定します。5分足や15分足を見て何かを判断することはありません。マット氏はこのように断言しています。For swing trades, for me, my time frame, my signal is coming on the daily charts. I'm not somebody that gets into the 5 minute charts. I know people do that. Obviously, plenty of people do that. I don't do that. And I can tell you through experience, you can fully operate without getting into the 5 minute charts, and you can have some really good results without getting into 5 minute charts. 日足だけで十分結果が出る。スイングトレードに短期足は不要という立場なんです。5分足や15分足は日足の1本のローソク足から見ればほんの一部のノイズに過ぎません。日足の流れが上昇トレンドであっても、分足では何度も上げ下げを繰り返します。それを見てしまうとどうしても感情が動く。もしかして下がるんじゃないか。利確しておいた方がいいかな。一旦縦値で逃げようかな。このようにして自分が最初に立てたスイングの時間軸がどんどん崩れていくんです。そしてスイングトレードの失敗の多くはこの時間軸の崩壊から始まります。この時間軸の崩壊が判断のブレを生み出し、本来なら勝てるトレードを勝てないトレードや損失に変えてしまうということにつながります。もちろんこのルールというのはマット氏の手法に関するルールであり、これが他のすべての方に当てはまるわけではないということも明言しています。ここで重要なのは2つです。1つ目は自分はどの時間軸でトレードするのか、どの時間軸のチャートで売買判断を行って、トレードの執行はどの時間軸で行うのかルールを持っておくこと。そして2つ目はやらないことを決めること。先ほどの例のように日足4時間足で環境認識して、仮に15分足でエントリーをしたとしても、エントリー後は15分足は一切見ないこと。これを徹底するだけで気持ちの安定感は劇的に変わります。なぜかというと、チャートを見て感情を揺さぶられる時間が減るからです。感情が安定すればルールを守ることができます。ルールを守れるトレードが積み重なれば、結果は自然と安定しやすくなります。スイングトレードで勝ち続けるための第一歩は、自分の手法ではどの時間軸がベストなのかを定めることと言えるでしょう。では続いて2つ目のズレを見ていきましょう。2つ目は期間のズレです。エントリー後、相場は思惑の方向に動き出し、含み益も伸びてきた。今度は短期足を見て感情的になってしまうということもしていない。このままさらに上昇して利益確定まで持っていけるかという矢先に、これまでの含み益が激減するのを目にする。せっかくの利益がなくなるのが悔しくて、少しでも利益を確保と思って決済したら、そこが押し目の終わりで、その後再び大きく伸びる。あのまま保有していれば、もっと大きな利益を手にすることができたのに。なんだか相場に裏切られたような感覚になったり、自分の利確判断に失望したくなる場面ですが、マット氏はここに相場の動きとポジション保有期間のズレがあると言います。どういうことかをこちらの図で解説していきます。上昇するときを例に取りたいと思いますが、相場が上昇していくときというのは一直線には上がらずに、このような波を描いて上昇していきます。波が押しては引いてまた押すようにジグザグを描くのが特徴です。先ほどのトレードケーススタディの一つ目の例を振り返っていきましょう。エントリーはこの青の矢印のポイントでした。そこから上がって、その後横ばいになっていますよね。ここでフラッグと呼ばれる形を形成して調整局面です。そして再びそこから上がっていくというように、こういう波、ジグザグを描いています。で、ここでの最大のポイントは、自分は相場のどの動きを狙っているかということなんです。マットさんのトレード、非常に明確です。エントリーして思惑の方向に伸びた。目立つ高値やレジスタンスに到達したらそこで切る。また伸びて次の高値に到達したらそこでも切る。さらに次の高値まで伸びたらそこでも切る。というように、マットさんはこの図で言うと、そもそもこの押し目の形成を含んだこの一連の動きを取ろうとしてないんですね。これ皆さん普段意識されていますでしょうか？これですね、どこでエントリーするか云々よりよっぽど重要です。自分はこのトレードで相場のどのような動きを狙っているのか、押し目の形成が始まるまでのこの伸びていく一波の動きを狙うのか、それとも押し目の形成を含んでこのように一連の波としての動きを狙うのか。これがないと相場のリズムと自分のトレードがずーっとちぐはぐになってしまって、なんか流れに乗れないってなってしまうんです。
マットさんは期間のズレと言っていますけれども、僕はこれを相場の動きと狙いのズレと呼びます。自分はこのトレードで相場のどのような動きを狙うのか。このように波が押しては引いていく動きのここの押す部分をまずは狙うのか。それとも波が引いて押し目を形成する部分も耐えてさらに伸びていく。ここからここまでの動きを狙うのか。そこがエントリー前に明確になっていないと、いざ押し目の形成の動きが始まった時に含み益の増減という金額を見るがゆえに感情的に把握してしまって利益確定するというように場当たり的な反応をしてしまうんです。以前公開したこちらの動画見ていただいた方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、人間の脳というのはトレードでお金を稼ぐという目的や欲求を阻害する脅威を認識すると戦闘態勢に入ってしまうんです。含み益の減少やそれまで含み益だったポジションが一転して損失になるということもそういった脅威に該当しますよね。で、脳が戦闘態勢に入るとどうなるかというと、人は衝動的、感情的な行動を取りやすくなります。この動画はトレード心理の第一人者の方がなぜ衝動的、感情的なトレードをしてしまうのか、どうやったらそれを防げるのかっていう点を人間の脳の働き方の観点から解説した動画なんですけれども、概要欄に載せていますので、興味のある方はぜひ見てみてください。で、元の話に戻ると、つまり最初にこの相場のどういう動きをトレードするのかを決めておかないで、押し目形成のこの動きが始まった時に、どうしよう、押し目も耐えようかな、それとも決済しちゃおうかなと考えるのはすでに遅いということなんです。では、マット氏の言う期間のズレに対して彼はどのようなルールを設けているのか、それがこちらです。まず期間なんですが、1日から2週間です。この1日というのはおそらく1泊という意味だと思うんですけれども、なので割とスイングトレードとしては短期の部類に入ると思います。それから重要なのが目的ですが、これは短期から中期の相場のスイングを狙うということです。月をまたぐような長期的に保有することは考えていないということですね。ということで、この期間と目的の具体例が先ほどのケーススタディで見たように、こういった目立つ高値に到達したら決済を入れていくということなんですけれども、マットさんは日足だけでトレードを完結していますから、だいたい経験でですね、ここからここまで到達するのには何日くらいだろうっていうのを感覚的にも分かってると思うんで、この期間のルールにも従いやすいと思います。ただ初心者の方やトレード始めて歴がそれほどないという方であれば、マットさん並みの期間についての経験や感覚をすぐに得るのは難しいと思います。加えて相場は急に材料が出て大きく動くこともありますよね。本来だったら1週間かけて動くような値幅を日銀の総裁の発言で1日で動いてしまった。そういうケースも多々あるので、エントリーをする前にそもそもどういう動きを狙うのかを決めておくことが重要です。ではこの狙いという点、もう少し掘り下げていきたいと思いますが、それを理解しやすくするためにもう一つのマット氏のトレード例を見ていきましょう。ここでは引っ張り方の違いに注目してください。こちらも米国の個別株、有名な AMD 社のチャートですが、エントリーはこれまでと同様に上側の点線の部分です。このケースについてはエントリーポイントの詳細は説明されていないものの、この部分を下降トレンドラインやフラッグと見れるので、そこを抜けたことでエントリーしていると考えられます。エントリーの後上昇して、まずこの水平線のところで部分決済をしています。その後も上昇を続けるのですが、ここの部分で下がって、このグレーの移動平均線、20日移動平均線を下に抜けます。この移動平均線の下抜けでもう一度部分利確。この時点でポジションの半分を決済しているそうです。そこから移動平均線を再び上抜けて上昇再開し、この水平線を抜けたところのここの赤い丸のところで全決済をしています。これも部分利確が挟まっていますので、このリスクリワードの値からは多少下振れはあると思いますが、それでもかなり大きな値幅だと思います。マット氏がこのトレードと他の3つとの違いを解説した動画がありますので、それを一緒に見ていきましょう。If I was a swing trade, if this was a swing trade, I'd have been out here because that's a nice move in short order, and I would be happy to book those gains. And if I had a partial running, I'd have been out on this day on that move down lower, right? So this is the difference in management. It's the 100% difference in management, right? With swing trades, I'm trying to sell most or all of my position before a meaningful pullback. I'm trying to catch a momentum move higher and get out before that name meaningfully pulls back. Right? Nothing goes straight up, nothing goes straight down. There's always going to be a pullback. And my job as a swing trader is to take care of that, is to take advantage of that short burst in the direction of my trade and try to get out before that meaningful pullback. The exact opposite for me, in terms of position trading, the way I think about it, is being able to how much of that pullback can you withstand?
and keep your trade on, right? How much of a pullback can you withstand before it hits one of your stops, and then you can keep the name going in favor of the main trend, right? So it's very different in my point of view. So 重要なのはこの押し目の部分ですね。ここのプルバックの部分を最初からホールドしようとしているかどうかの違いです。先ほど解説したこちらの図に当てはめると、マット氏の場合、最初の3つのトレード例では、ここの押し目を形成するまでのここの一波を狙い、今見た4つ目の例では、ここの押し目形成も含んだこの一連の波の動きを狙っています。マット氏の解説の中でポジショントレードという言葉が出てきましたけれども、実はこのトレード、マット氏はスイングトレードとは異なるポジショントレードと定義づけていて、スイングトレードとは全く異なるルールで運用しているトレードなんです。ポジショントレードというのは一言で言うと数ヶ月から場合によっては年単位で取引するトレードスタイルのこと。一般的にスイングトレードよりも長い期間保有するのが特徴です。興味のある方はポジショントレードの始め方の動画を概要欄に貼っておきますので確認してみてください。はい、ということで2つの異なる動きを狙ったトレードを紹介してきたわけなんですけれども、マットさんみたいに大まかに自分のスイングトレードの期間を持っておくというのもいいですし、それに加えてここまで僕がお伝えしてきた狙いをきちんと定めるようにするということを強くお勧めします。そして狙いを明確にするためには、やはり相場を波として見るという視点が不可欠です。波の捉え方については、その名前の通りのプレイリストを動画の概要欄に貼っています。この中でも特に N 波動の動画がイメージしやすいと思います。これらを見ていただくと狙いも定められるようになると思いますので、チェックしてみてください。では最後、3つ目のズレを見ていきましょう。3つ目は期待値のズレです。エントリーしてから1週間が経過し、無事に利益確定のポイントまで上昇してきた。ここまで思っていた以上に順調に来たし、予想していた以上に相場の勢いが強い。これはもしかしてもっと伸びるんじゃないか。よし、もう少し引っ張ってみよう。そう決断した直後に相場は急旋回を始め反転下落。これまでの含み益は一気にゼロになった。やっぱりあそこで利確しておけばよかった。欲を出した自分への失望と自己嫌悪に苛まれる場面ですが、スイングトレードをやっているともう少し伸びるんじゃないかと感じる瞬間ありますよね。実は今見ていただいたチャートは直近の僕の失敗トレードなんですけども、すでに最初に決めた利確ポイントに達しているのに、これはもう少し行くんじゃないか。そう欲を出したがためにそれまでの利益が激減する、またはゼロになってしまう。このもう少しの心理に潜んでいるのがマット氏が言う3つ目のズレ、期待値のズレなんです。マット氏はこう言います。I'm really talking about avoiding misalignments where you are perhaps looking at the wrong time frame, expecting a duration that is not realistic, and expecting returns that are not realistic. So it's really focused a lot on what your expectations are, and how you begin to be in alignment with those expectations and your strategy with a plan. So この言葉はただの精神論ではありません。自分が期待しているリターンと市場が現実的に与えるリターンとの乖離を意味しています。考えてみれば上昇が止まらなくて、これ一体どこまで伸び続けるんだっていう相場って年に数回あるかどうかです。相場の7割はレンジと言われるように、ある程度上がったら調整局面入りしたり、レンジ入りしたりするのが通常の動き。毎回満塁ホームランを狙うかのように大きな利益を期待するのは、相場が現実的に与えてくれるリターンと乖離しすぎているというのです。マット氏はこうも言います。they'll hit the buy button and then think, all right, my job now is to let my winners run, right? And they'll think, all right, I'm in this stock for a lot of good reasons. I know why I entered this stock. I've got really sound trading logic. I'm expecting this to possibly run out, to 50%, 75%, something like that. And then they get frustrated when that doesn't happen in 4 or 5 days, right? I mean, duration is something you need to take into consideration. But that may take 2 months, 3 months, right? And you're not in alignment with that psychologically. And that can cause all sorts of management errors. So 非現実的な期待を持てばトレードの管理を誤る。これはとても的を射た言葉ですよね。つまり期待が高すぎることでもっともっとと欲が出る、利益確定が遅れるといった判断ミスを誘発するということです。逆に言えば期待値を現実に合わせるだけで判断が一貫することになります。ではマット氏はこの期待値のズレを修正するためにどのようなルールを設けているのか。まずリスクリワードの観点では3から5くらいを狙うということ。例えばケーススタディの3つ目で紹介したこちらのトレード。マット氏が決済した後も相場は伸び続けているので、このまだ伸びているところを取り損ねているじゃないか。そういうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、マット氏は最初からスイングトレードではリスクリワード3から5の期待値を設定している。利確の目安は直近の高値やレジスタンスと決めている。だからそのルールに従うことの方が重要。
マット氏にとってのスイングトレードは短期から中期の相場のスイングを切り取るようにトレードして利益を積み上げていくスタイル。スイングトレードにおいては満塁ホームランのような大きなリターンを鼻から期待していないというのです。実はこの期待値のズレというのはそのままトレードにおける満足度のズレにも直結します。例えば皆さんがリスクリヤード2で利益確定した後にさらに相場が伸びていくのを見たらどう思うでしょうか。もっと取れたかもしれないと思いますよね。ただこれは自分の中の理想のリターン像と実際に相場が与えた結果の不一致から生まれる不満です。でももし最初から平均的にリスクリヤード2取れれば十分と自分の期待が明確であれば、リスクリヤード2のトレードは完璧な成功体験になります。目標としていたリスクリヤード2のトレードができた。無事計画達成です。実はこの期待していることと実際に得られることの整合こそがスイングトレーダーとしての長期的なモチベーションを支える軸になるんです。そしてもう一つのルールが目立つ高値やレジスタンス到達で細かく部分利確を挟むという方法です。いくら保有期間のルールやリスクリヤードの期待値を設定していたとしても、何が起きるかはわからないのが相場。想定しているより早い時期に押し目形成や調整局面入りすることもある。保有期間の長いスイングトレードであれば、ポジションホールド中に相場の地合いが変わって、上昇トレンドが下降トレンドに転じることだってある。今朝までリスクオンだったのが午後に入ったら新しい材料が出て急にリスクオフムード。ブラックスワン的なイベントが起きることだってあるでしょう。そうした突発的な動きが出た時に感情的、衝動的に反応してしまうリスクはある。だったら初めから細かく部分利確を挟んでいき、精神的な安心材料とする。そうすれば急に相場が調整局面入りしたとしても少しでも利益を確保すべきか、それともホールドすべきかなんて頭を悩ます必要がなくなります。マット氏の基本ルールはこうです。リスクリヤード1または 1.5 で部分利確。残りのポジションは縦値にストップを移動。その後は相場が伸ばしてくれる分だけ乗る。目立つ高値に到達したら再度部分利確。残りは縦値にストップを移動して伸ばす。先ほどのケーススタディの例を振り返ってみても、マット氏の部分利確のやり方は徹底していますよね。彼にとっての部分利確というのは、そうした相場の不確実性に対する保険のようなものなんだと思います。決して相場に期待しすぎず、現実的なリターンを期待値として設定する。そしてもしものことがあったとき、この期待が崩壊しないように部分利確を精神的安定の支柱にする。この適度な利益の追求と精神的な安定こそがマット氏が20年以上にわたってスイングトレーダーとして成功し続けてきた秘訣なのではないかなと思います。今回のマット氏のスイング哲学から学べること、それはスイングトレードで生き残るというのは決して歯を食いしばって欲を抑えることではなく、現実的な期待値を理解して受け入れること。そしてそれができたとき、相場のノイズや感情に振り回されない本物の強さを手に入れることができるのかもしれません。